球をフリーフォール。もし、地球の中心をまっすぐ通る穴があって、その穴の中が真空だったとします。地球の自転を考慮しないと、この穴に落としたボールはまっすぐ落ちていき、地球の反対側に到達。そこから折り返して、行ったり来たりを繰り返します。地球の密度が一様であるという条件で、落としたボールが反対側に到達するのに、どのくらいの時間がかかるでしょうか。A、5分くらい。B、40分くらい。C、2時間くらい。どれかな。今回は随分と前提が多いね。条件によって色々考え方が変わっちゃうし、そもそも地球に貫通穴を開けるなんて非現実的なんですが、シンプルな条件で想像してみたらどうなるかなって感じで見てもらえると助かります。了解しました。シンキングタイムスタート。3、2、1、終了。正解は B、40分くらいでした。意外と遅い。いや、早いか？いや、どっちだ？今回はちょっと今流行りの AI を使ってシミュレーターを作ってみました。流行りには素直に乗っかるタイプ。ボールは重力で引っ張られますが、その重力はボールよりも内側の領域の質量のみ寄与するとします。これはニュートンの確定理と呼ばれる性質を利用していて、ボールの外側にある嗅覚状の部分から受ける重力は互いに打ち消し合うと考えます。ニュートンの確定理。これを使ってシミュレーションすると、ボールが往復するのにかかる時間、周期は 84.4 分。片道 42.2 分。だいたい42分くらいと計算されました。42分は新幹線だとだいたい東京から熱海くらいまで。その間にボールは地球の中心を通って反対側まで到達することになりますね。早いのか？地球の密度が一様ではない場合、つまり地球のコアの部分とそれ以外の部分で密度が違う場合はどうなるか。試しにコアの半径の比を 0.55、コアの密度比を 2.5 あたりにしてみます。すると往復にかかる時間が74分、片道が39分になりました。早くなった。地球のコアの方が密度が高いので、ボールが落ちていくとき、比較的長い時間、強い重力がかかるので、往復にかかる時間も短くなるんですね。へえ、面白い。今の AI ってこんなソフトも作れるんですね。他にも穴が地球の中心を通らない場合や空気抵抗がある場合なども作ってみました。概要欄にリンクを貼っておくので、もしよかったら色々触ってみてね。スマホからも見れますよ。という毎日が科学また猫クイズでした。次も見てね。